どうも、ユーザーアドベンチャーズのゆうです。皆さんお久しぶりです。最近 YouTube あんまり投稿してなかったので、すごい久しぶりなんじゃないかなと思います。特に最近鎌倉の外でね、YouTube を撮るっていうのはあんまりしてなかったので、すごい久しぶりだなと思います。皆さんの中には知ってる人もいるかもしれないんですけど、僕は鎌倉からね、引っ越すことになりました。もうすぐ東京の方に引っ越すんですけど、なので残り鎌倉の生活は少ないので、動画をねしっかり撮っていこうかなと思っています。本当にね、人生何が起こるかわからないんですけど、大変な時期とかはもちろんあるけれど、乗り越えていかなければいけないなと思っています。で、今ちょうどカメラ機材の撮影をしなければいけなくて、稲村ヶ崎公園っていうところに来ていて、それで海の撮影とかしていて、YouTube も撮らなきゃなと思って YouTube の動画を撮っています。鎌倉ってね、本当に綺麗なところなんですよ。めちゃくちゃいいとこで、僕ね、やっぱり東京も好きなんだけど、鎌倉って本当にいいとこだな、好きだなって思います。だからここを離れるの本当に悲しいし、自分にね、もう少し余裕があれば東京の方に家を借りて、でいろんな撮影ができるように鎌倉の方にもすごい安い家を借りるっていう選択もありなのかなって思ったんですけど、今は自分にまだそれまでの余裕はないので、とりあえず東京の方に家借りて、鎌倉に撮影しに来るときには車とか電車で来ようかなと思っています。いやー、寂しいですね、鎌倉から引っ越すのは。本当にね、鎌倉好きだなって実感しましたね。仕方ないけどね。ちょっとこれから冷蔵庫に行こうと思ってます。今家に冷蔵庫ないので、冷蔵庫とベッドと、あとは他にもいろんなものを探しに行こうと思ってます。最近鎌倉ほんと人多いんですよね。こんな感じです。いつも人がたくさんいます。鎌倉生活もあと少しなのでね、楽しもうと思います。結局冷蔵庫はね買えませんでした。なんでかっていうと、僕新しく引っ越すところがね、螺旋階段があるんですよ。でその螺旋階段に冷蔵庫をねちゃんと運べるかどうかわからないから、だから冷蔵庫を買うことができませんでした。引っ越してから冷蔵庫を買うことになるんじゃないかなって思います。冷蔵庫もねなかなか高いので困っちゃいますね。でも仕方ないですね。そういえば皆さん、最近僕 YouTube のライブストリーム始めたんですよ。で結構皆さん見てくれて本当に嬉しいなって思ってます。で僕のライブ配信ってね、別にそんなに楽しくないと思うので、まさかこんなに多くの人が見てくれると思わなかったんですよ。なのでライブ配信見てくれて、コメントくれて、あとはスーパーチャットとかね、スーパーサンクスとかしてくれて本当にありがとうございます。皆さんのサポートがあって僕はこういう活動ができているので、本当に皆さんに感謝しています。ライブ配信は週に2回ぐらいやろうかなって思っているので、興味があったらぜひ僕のライブ配信も見てください。で僕英語を練習する機会が全然ないんですけど、ライブ配信をしてる時は全部英語で喋るので、英語の練習になってすごいいいなって思いました。なのでライブ配信もねどんどんやっていきたいと思います。もちろん引き続き YouTube も見てくれたら嬉しいです。そういえば皆さんにこの家をねあんまり見せたことなかったと思うんですよ。なので、せっかくなので引っ越す前にこの家のルームツアーもしようかなって思ってます。今はねこの動画ではルームツアーはするつもりはないんですけど、ただルームツアーの動画を別途一つ撮ろうかなと思っていますので、その動画楽しみにしてくれたら嬉しいです。この家ねほんと広いんですよ。
だからスタジオとして使っていろんな動画が撮れるんじゃないかなって楽しみにしてたんですけど、残念ながらね引っ越さなければいけなくなっちゃいました。で人生何があるかわからない、何が起こるかわからない、だからこそ、楽しいのかもしれないですね。全部がね予想できたら楽しくないので。僕冷蔵庫がないので飲み物をね冷蔵庫に入れることができないんですけど、ただちょっとね、こういうね野菜ジュースを買いました。こういうのです。でこういうねジュースが本当に自分の体の健康にとっていいのかわからないんですけど、でも少しでもね自分の健康体調をしっかりねケアしようと思って、買いました。これ3つでいくらだろうな、600円ぐらいかな。高いのか安いのかよくわからないんですけど、毎日こういうのを飲んで栄養を取ろうかなと思っています。一人だとね本当にご飯食べれないんですよ。ご飯を一人で食べたくない理由っていうのは、前のね温泉に入ってる時の動画でも言ったかもしれないんですけど、両親がね離婚した時にちっちゃい頃僕一人でご飯食べてたんですよね、お弁当とかで。そういうのがすごい寂しかったので一人でねご飯食べるの嫌なんですよ。で大人になってもそんなんじゃねいつまでたっても子供っぽいなとは思うんですけど、一人で食べるよりも友達とか家族とか何人かでね食べた方が楽しいじゃないですか。だからできれば誰かと一緒にご飯食べたいんですよね。一人では食べたくないんです。で今日はカメラを持って撮影機材のね紹介をする動画を作りに鎌倉歩いてたんですけど、なんか一人に戻ったんだなっていう感覚がありましたね。僕がクリエイターとしての活動を始めた時っていうのは一人ぼっちだったんですよ。結構孤独を感じたりはしていました。正直僕は友達が多い方ではないし、誰かと一緒に撮影できるわけではなかったし、一人でいろんなとこ行って一人でいろんな写真や動画を撮ってで YouTube とかでね海外の人に紹介したりするのが、僕はその時それが楽しくて、だから夢中になってやっていました。だけど時折寂しさも感じてたんです。今日その寂しさを少し感じましたね。仕方ない、これはこれから新しい僕の人生が始まるんだと思います。だからもっと自分がね強くならなければいけないなと思っています。昔と違うのは、昔よりも収入は安定したし、自分が欲しいカメラとかレンズとか撮影機材をね使えるようになったし、たくさんの会社と提携できるようになったし、それはこの数年間で自分が頑張って本当に良かったなって思ったことだし、別れてしまったパートナーとも過ごした時間本当に楽しかったし、すごい感謝してるんです。僕はパートナーと過ごした時間は本当に宝物だと思ってます。でどんなに喧嘩とかどんなに嫌なことがあったとしても幸せだった時間の方が多いと思うんですよね。で僕のことをたくさん支えてくれたと思うし、パートナーがいたから僕は笑えた、そういうことってたくさんあったんですよ。だからどんなにね嫌なこととか大変なこととかがあっても本当に感謝してます。実際に一人になってみて思うのは、一人って寂しいなってやっぱ思うんですよ。そりゃそうでしょ、一人だよ。一人って寂しいでしょ。一人は寂しいです。だからパートナーの存在っていうのは本当に大きいんだなって思います。で皆さんがもし今家族とかパートナーとかとね一緒に過ごしているのであれば、それは本当に幸せなことだと思います。で僕も
いつかパートナーがねできたらいいなって思ってます。まあ実際ねできるかどうかは分かんないですけど、でもできたらいいなって思います。でこのカメラすごくないですか？僕のことトラッキングしてずっと動いてくれるんですだからこのカメラはね本当に便利で、いろんな人におすすめできるカメラです。 DJI Osmo Pocket 3 です別に宣伝してるわけじゃないですでも本当に皆さんにおすすめなのでぜひチェックしてください。今2月の4日なんですよ。で2月の28日まで僕は鎌倉で一人で生活をします。もしね皆さんが鎌倉に来ることがあったら、ぜひ僕に連絡してくれたら嬉しいなって思います。寂しいですし、ね、皆さんと会えたら嬉しいですしもし日本語のね練習がしたかったらねぜひここに遊びに来てください多分ね誰も来ないと思うけど引っ越したら友達が東京にいるのかっていうと、別にそんなにたくさん友達いるわけではないです。でも今よりもいろんな人と会いやすくなるのかなとは思うんですよね。で僕はフォトグラファービデオグラファーとして仕事をしているので、モデルさんと一緒に仕事をしたいこともあるんですけど、でも鎌倉にねモデルさんってほとんどいないんですよね。なので東京の方に行かないと会えないこともほとんどなので、東京に行けばねモデルさんとも一緒に仕事ができるのかなって思うし、コミュニケーションの機会は増えるのかもしれないですね。今ねできるだけ皆さんに向かって元気に喋ってるつもりなんですけど、正直まだちょっと悲しいんですよ。家に何もないし不安だなって思うことはやっぱあるし、冷蔵庫とか洗濯機がないっていうのはちょっとね生活しづらいですよね。ベッドもねないので、やっぱりね睡眠って僕大事にしてるので、なのでベッドがないっていうのはね結構きついんですけど、仕方ないですよね。で僕がクリエイターとして活動するようになって本当にたくさんの撮影機材とかねカメラとか使うようになりました。でね僕やっぱ思うんですよ。こういうカメラとか触ったりとか使ったりとかしてる時って本当に楽しいんですよ。心から笑顔になれる。だから僕本当にカメラ好きなんだなって思います。で本当にそういう好きなことを仕事にできるっていうのは幸せなことだと思うんですよね。だから今後ももっと頑張っていこうと思うし、どんなに大変なことがあってももちろん悲しいし苦しいなって思う時はあるけれど、なるべく早く立ち直って前に進んでいきたいと思っています。今回ね皆さんに僕の状況をねちょっとだけ説明できたかなって思うんですけど、これからもね少しずつ僕の近況について話しながら僕の家の紹介したりとか、僕のねいろんな話をできたらいいなって思ってます。なので引き続き僕の動画を見てくれたら本当に嬉しいです。今回も動画を見てくれて本当にありがとうございます。多分次の動画はルームツアーになるんじゃないかなって思うので楽しみにしてください。ではまた次のビデオでお会いしましょう。またね。